おはようございます。画家の小木曽です。今日はこちらの動画、こちらを書いている動画を皆さんにお見せしようと思います。ちょっと私の動画は皆さん難しいという人も多いと思うんですけども、今日はもうとにかく丁寧に、じゃあ下地のことから何からこれはこういう意味があってこうしてますよというのを、また何度もやってますけども、今日は改めてお伝えしようと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでみてみてください。それでは皆さん楽しんでみてみてください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。小木曽というものでございます。画家をなりわいとしておりまして、油絵で、個展などをしながら展覧会などをしたりとかですね、あとは YouTube をもう3年にもなりますか、やっております。いろんな教える仕事にも携わってきまして、皆さんの作品にこうだ、いうこともやったりとかしているんですけども、私のこれはもう本格版で個展とかに出す、9月の個展に出すかなと思うんですけども、作品でございます。富士山を描いてみました。昨年の12月に、富士山周りをぐるっと一周してみて、それを山下清ツアーと勝手に名付けているんですが、若い頃からの夢だったいろんなところをぐるぐる回って、いろんな日本のいいところ、世界中のいいところを旅しながら絵に描けへんかなというふうに思ってやっておりました。まだまだこれからも行く予定なんですけども、これは今、墨入れという作業をしております。今日はとにかく丁寧にしますね。なんでこれ、墨で描いているかということとか、この紙地体、これは白味という紙地体を使っています。私は白味という紙地体を使って、そしてこれはインプリマトゥーラという地頭層。なんじゃ、もうわけわからんっていう話でしょ。ちょっと今日頑張ってついてきてくださいね。私の動画、だいたい初めにバーっともう皆さん視聴をやめるんですけども、まず前面にこの吸収性が強い白味という紙地体の吸収を止める作業をしているんですね。で、皆さんが使っている、例えば油絵というとキャンバスというものなんですけど、キャンバスというのはもともとずっと昔からあったわけではなくて、約500年ぐらい前、今からだいたいどれぐらいかな、450年ぐらい前に、だいたい開発されたものなんですね。で、その前というのはこういう僕は板画なんですけども、これ白味の作り方とかそういう動画もありますけども、キャンバスより前の技法で描いていってます。で、キャンバスができる前というのはそういう白味とか石膏地とかっていったような、これ完全に下地を乾燥させますということですね。技法、キャンバスというのはどんどん絵が巨大化していって、で、注文主からどんどん巨大化していって、で、いよいよなんか板には描けない、板って精木しないといけないでしょ。で、その精木する技術みたいなのがなかったから、じゃあ何かに描けないかなっていうことで、麻布に描いていく技法というのが生まれて、それがキャンバスの原型となっています。だから私のやってるのはキャンバスより前、またややこしいことやってますね。今これね、マスキングを切り抜いている作業をしています。こんなこともするんですね、マスキング。富士山の形を切り抜いていくという。これはキャンバスではできないんですね。で、私はその板画という白味という下地を作り方も動画をぜひご覧いただければと思います。そして空の色を塗っていってます。で、なんで僕は白味というのを使うかというと、ものすごいフラットなんですよ。フラットな下地にもうすべて僕は行為自体が全部責任を取りたいというタイプの人間で、もう下地の段階から自分でこうやってスーパーフラットに作っていくという技法を使ってます。皆さんも真似されたらいいと思うんですけど、すごい難しいので、なんかジェストなりアクリルかなんかの絵の具かなんかで、活用されてもいいのかなというふうに思います。で、そういうフラットな下地ですね。で、キャンバスの前は白味の前はフレスコ画という聞いたことありますよね。壁画ですよね。教会の壁に絵を描いていった。で、もう壁中絵描けなくなった。次はじゃあ板に描いてみようというので、何か塗料を塗ろうということで、炭酸カルシウムを主成分としたニカワと炭酸カルシウムを混ぜたようなものを塗って、でそれからどんどん巨大な絵を注文するベネチアという、当時国なんですけど、ベネチアのね、お金持ちが、おい、でかい絵描いてくれってなった時に、困ったぞと、板なんかそんな用意できへんぞっていうのになって、船の帆ですね。皆さん、パイレーツ・オブ・カリビアンって知ってますか？僕も見たことありますけど、あれなんか見るとちょうどその時代です。大航海時代ですね。皆さん、なんて言うんですか。例えば、あれですね、キリストが種子島に来たとか、以後よくですよね。1549年とか、あの辺りとかで船の帆とかに使われていたのが麻布だったわけですよね。で、麻布になんか塗料を塗ってみようと思ったのがキャンバスの原型です。
だから以後よく広まるキリスト教とかっていう風に習ったこと今違うかもしれませんよ。私当時の習い方そんなんだったんですけど、じゃあ1549年、今こう空塗ってってますね、マスキングテープも貼ってますけども、1549年とかで、1500年って僕はとにかく美術史の中では一番覚えやすいポイントなんで覚えてくださいってよく言うてます。で、1517年というのがルターの宗教改革って習ったことあるでしょ、ルターの。で、あのあたりというので、カトリック、プロテスタントというのが出てくるわけですね。で、1500年って何かというと、レオナルド、ダ・ヴィンチですね。ダ・ヴィンチっていうのがちょうど全盛を迎えていて、1503年頃にモナリザっていうのを描いたり、1519年に亡くなってる。だから1500年頃のまでの絵とかっていうのは板画とかっていうのが多かったりします。で、その後にキャンバスというのがベネチアという国、1500ね、その大航海時代に入っていって、そこの大金持ちが俺のとこめっちゃでかい絵描いてくれやみたいな話になった時に、わあ壁もあれへんし板もあれへんしどないしたもんかなみたいなんで、大きい布に描いたらええんちゃうかということで書き出したという、今叩き筆というのを使っております。すいません、いろんなやることありますよね。叩き筆というのを使っております。大きな作品を書くようになっていったということで、キャンバスの原マスキングテープ、マスキングシートと言いますかね。そして富士山のとこを描いていこうと思います。そういう風になっていって、その前の技法を使ってる。で、なんでこれを使うかというと、こういうマスキングテープとかができるわけですね。キャンバスとかでやると麻布までブジューっていって、キャンバスっていうか麻がベッていってしまうからですね。軽く切って、こういうのをやってます。こういうのも僕独自の技法やと思います。そういったものを中心に海外の風景を多く描いて、壁を描いている絵とかもありますしね、展覧会など見に来てもらったら、こんなやってはんねやっていうのが見えたりするかと思います。で、富士山のところだけは僕はこれ完成油と呼ばれるもので、濡らして描いていってます。完成油というポピーオイルにちょっとブルーグレー系みたいなコバルトグリーンとか紫とか青とか白とか混ぜて、そこだけ濡らしました。そして、雪のとこだけを筆致を厚くインパストって言います。厚く塗ることをインパストって言いますけども、そういうふうに塗っていっております。で、こういうふうに、僕は濡らして描いていく。で、日本の美術の受験とかの場合とかっていうのは、だいたい乾かしながら描きましょうとかって油絵習うんですけど、なかなか難しいですよ。乾かんですよ。で、私はもう乾かないうちにある程度ウェットオン、濡れた上に絵の具をウェットオン、ウェットとかって言いますけど、ウェットイン、ウェットとかっていうのは水彩なんか、透明水彩なんかでいう技法かな。濡れた上に描いていくっていうこともできますよということを、推奨しているわけですよね。なんか受験の場合、本当に乾かしてって、どんどん速乾剤みたいなのダーッと入れて固まらしてってなってくると、油絵の具の持ってる元来の良さみたいなのがなかなか出てこないというか、油絵の具っていうのは画面の中でも混ざり合う。でも混ざり合わしすぎると汚くなったりとかするので、そのあたりってすごい難しいんですけども、混ざり合うということもあったりするので、そういったことを活かしながら、ちょっと明るいところにインパストっていうふうに絵の具を厚く塗っていくということをしていきます。1500年その頃の前後の技法を使いながら、白亜というものにちょっとこういう厚く塗っていくみたいなのは、今度は17世紀ぐらいに入ってくると、1600年代ですね、オランダに2人の、皆さん絶対知っている巨匠が現れますよね。レンブラント、ハルメンス・ゾン・ファン・レインっていうのと、フェルメールという絵描きさんが現れます。多分知ってたか知らんか、もう年代もちょっと37何歳差違いやったかな、ちょっと忘れました、正確にね。でもすごく住んでいたとこも近いというか、直線距離で、佐賀から福岡ぐらいかな、一回調べたことあるんですけども、過去の動画にそういうの多分全部あるんですけど、そういう人たちが現れるんですけども、レンブラントっていう人の油絵の具の使い方自体は僕本当に一番うまいんちゃうかと僕は思ってます。それぞれの作家さんが思うアングルがすごいとか、もちろんレオナルドもすごいとか、いろいろいていいと思うんですけども、僕はその油絵の具を本当に自在に操ることができるレンブラントとか、もちろんフェルメールも好きです。すごい好きですけども、そういったものとかをさあどういうふうに自分なりにいろいろできへんかなっていうことを20年以上こんなことばっかやっております。で、白亜という下地を中心に、今やったら本当にジェスト、今雲を描きました。
これ富士山を取材に行ったんですけど、なかなか富士がこう、御殿場方面ですね。御殿場、方面の方にぐるーっと一周していって、回ってって、なかなか出てこなくて、富士山の下のとこずーっとこう待ってて、ようやく頭をちょこっと出してくれた。もう最後お前もう帰るんやからちょっと見せたるで、みたいな感じでちょこっと感動しましたね。だからそういうシンプルな絵も描いてみようかなというふうに思いました。で、まあ、なんていうんですか、レンブラント、ハルメンスゾン、ファン・レインとか、フェルメールとか、あのあたりの絵を見て、猛烈に感動したわけですよ。でも、なかなかこう、皆さんに馴染みがなかなかないっていうのは、いくつかの要因があるんですけども、やっぱり一つは大きくは、宗教というものがある程度絡んでくることが多い。まあ、当時のオランダ絵画っていうのはそういうものだけじゃないんですけども、宗教というのが絡んできたりとか、することが多いので、キリスト教ですよね。で、そういったものを伝えるために書いたりとかっていうことが多かったりするので、少しこうなんだかなっていうふうに思ったりすると。で、そういうのも、僕がざっくり、美術史、未だにこれは主張ずっとされ続けていてありがたいんですけども、そういったことも教えてます。で、そういうこう宗教的なものと、あとは色彩なんですね。一番大きいのは色彩っていうのはどうしてもこう当時の顔料の種類の幅みたいなのによって、制約があったわけですよね。だからなんとなく、で、こうニスをかけてあるから、それがこうニスがちょっと時間が経って茶色っぽくなってたりとかすると。だからそういうので、色が少しこう、なんかこう茶っぽいなとかっていうので、あんまり好きになれへんなっていう人も多いかもしれませんけど、そこのところだけを観点をこの2つを持っておいたり、理解しておくと、また見やすくなります。当時の中でも、こういう絵を描く人もいるんやとか。レンブラントなんかはすごくこう絵の具の構造みたいなのを作っているけど、逆に筆調をガガッと生かして同世代のフランス・ハルスなんていう人はすごくこう筆調を生かしながら描いていくような人がいたり、例えば、フェルメールと似たようなヤン・スーテンっていう絵描きさんがこう同じような室内画を描いてるけど人物の描き方は全然違うぞとかっていうのも面白かったりとかしますし、オランダ絵画というのもまた面白かったりします。時代をこういろんな。で今これ、絵の具をしっかり厚く塗っていってます。老眼がひどくて画面が見えないんですけど、少し厚く塗っていって、で、筆の後ろとかでギューッと引っかいたり、これレンブラントもね、髪の毛のとことかでやっとるんですよ。若い頃の作品にギューッとこうなんかで引っかいたような跡。僕はこう筆の後ろかなんかを使ってやったりするんですけど、絵の具の使い方すごく巧みで、筆の後ろでギューッと引っかいた最後の方にこの動画でも出てきますけども、そういう後ろの方で引っかいた部分っていうの今はちょっと厚く塗りながら筆直をある程度豊かにしながらこう乗せていってます。でやっぱりこういうのは本当に僕は巨匠が僕にとっての教科書だったりするので、もちろん追いつくことはできないけど、ね、目指していくならば面白いなと思いながらずっとやっているわけです。なんかこう本当にこう今もそれ作品自体が残っているというのが私たちの業界の面白いところかなというふうに思います。当時の生演奏とかをね、例えばベートーベンのなんかとか、そういうのは生は聞けないわけじゃないですか。私たちは生のものがあるというのはすごくこういいかなというふうに思ったりします。まあ皆さんもこう皆さんの中でどういうこう絵を描いていくプロセスが楽しい、美術史が楽しいといういろんな人いると思います。プロを目指す人もいればアマチュアの人もいる。でもこの動画、私の動画見ていただいてなんかこう見方が変わったなとか、美術館に行って変わったなとか言われるとやっぱ嬉しいですよね。もちろんこう美術のあれがこう広がってきたとかって言われるのもすごく嬉しいなと思います。で、レンブラントっていう絵描きさんがこう出てくるんですけども、その前にまた面白いの、カラバッジョっていう人、ものすごい面白いですよ。カラバッジョという絵描きさんもぜひぜひ皆さん勉強されてみてください。カラバッジョっていうのはイタリアの絵描きさんですよね。もう要は、混沌としたそのルターの宗教改革によってすごくこう、ルネッサンスというのがガーッと一気に収束していくわけですよ。ルネッサンスというのがね。だから1517年、ルターの宗教改革っていうのを習ったけど何のこっちゃと思ったらね、カトリックがすごくこう免罪符って僕ら呼んだけど今祝友状っていうふうに言いますか、これを買うたら罪は免れますよと、教会に行ってこうねすることじゃなく、もう免罪符というのを買えば、でもなんかそれおかしくねっていう話ですよね。なんかそんなもん買うたら罪がなくなるってほんまおかしい、なんかおかしないかみたいな豪華絢爛なこうあれをカトリックの教会、例えば、ベネチアじゃなくてバチカン市国とかのね、行ってみたら皆さん、すごいなっていうのを見たりね、
天地創造とかミケランジェロのとか見たことある人もいるかもしれませんけども、ちょっと待てよってなっていって、でその混沌期の中に現れてきたのがカラバッジョという人なんですよね。カラバッジョと。で、その混沌期のルネッサンスの後にはマニエリズム、マニエラっていう様式美ですね。マニエリズムっていうのが流行るんですけども、ブロンジーノであるとか、なんであるとかっているんですけども、そのマニエリズムっていうのは、ラファエロっていう人がいますよね。これ結構面白い。今日美術史の話が多くなってきまして、もうそれで貫きましょうか。面白いのは、ルネサンスの三大巨匠って到底意外と皆さん答えれないんですよ。で、ダヴィンチは大体いけますと。で、ミケランジェロ答えれます。もう一人意外と出てこないんですよ。そうなんですよ。ラファエロなんですよ、ラファエロ。じゃあなんでこれサンドロ・ボティチェリ、皆さんヴィーナス誕生とかいうね、ヴィーナス誕生とか春プリマベーラとかって知ってるけど、サンドロ・ボティチェリ入ってこうへんのというふうに思われる人も多いと思うんですけども、ボティチェリっていうのは本当にこう華やかなルネッサンスの代表的な画家であるけど、ルネッサンス三大巨匠に入ってこないっていうのは、もう後半の方はどちらかちょっとこうサボナローラっていう修道士さんの教えに従って、どっちかというとつつまやかしさなメディチ系よりちょっと距離を置いたところにいて、そういう生活を送っていくんですけども、ラファエロっていう人はもうミケランジェロとダヴィンチを頂点とする考え方をすごくこう浸水していってね、それをやっていた。で、もう37歳とかっていう若さで、確かに37かな、カラバッジョも確かそのぐらいで亡くなってるんですよ。で、そのぐらいで亡くなってるんですけども、浸水していって、その後、もうダヴィンチの例えば、こう人のツヤとした肌とか手とかね、ミケランジェロのこうとか、ダヴィンチの構図がこうとかっていうのの様式化していった美、それがマニエリズムと言います。ルネサンスからマニエリズム。で、そのマニエリズムというのを、何をしてんのかな、今の。また、これ2層目。大事なとこやったね。ごめんなさいね。スカンブリングって言って、ごめんなさい。大事なとこ見てませんでした。こう空気遠近法というのを使って、後ろのマウント富士を少しこう青みがかった感じで2層目書いてます。これ3層、4層ぐらいやっていきます。今日はもう完全に終わってないですけど、8割ぐらいまで来たので動画化していますけども、で、今こういうところをちょっとこう青く塗って、下までこう空気遠近法的にふーっとなっていくという状況を書いていってるんですけども、で、そのマニエリズム様式美があった中で、バロックっていうのは真珠ってありますよね。ここにね、こうご婦人がつけてる丸いこう同じような型、今拭き取ってますね。ご婦人がつけてるこうで、それの歪んだ真珠って意味なんですよ。要は様式美を崩したっていう。だからカラバッジョという人がそうなんですけども、もう本当にどっちかというとリアリティを持って、あとはライティングとかをバカーッと当てたりとかして、やっていったバロックっていうんですけども、歪んだ真珠というこう揶揄するようなどっちかというと言葉として使われていた。でもすげえ、これパレットで絵の具このぐらいの色でスカンブリングしてますよ。混色してます。多分オリエンタルブルーみたいな青ですね。フタロブルー、プルシャンブルーじゃないな。なんかそんな色やと思います。とか、コバルトブルーとか、セルリアンブルーみたいな色とか、いろんな色を混ぜて、微妙な青の色を混ぜて、作っていってます。空も2層、3層、4層ぐらい塗ってます。そう塗るところは、あれで完成油で濡らして描いていますけどもね。で、こういう風に完全にまた乾かしてから描いていって、描いていくこの乾かんうちにまた一生懸命描いて、完全に乾かしてまた描いてとかいう感じでやっていってるんですね。ちょっとそういうのも知ってもらえたらなと思います。それでカラバッジョっていう人が出てきて、もう本当にすごいこうね、皆さんも本当にこの20年ぐらいですよね。カラバッジョ、僕昔庭園美術館っていうところ見に行ったら全然人入ってなかったですけど、今多分東京の方でやるとガーッと人入るでしょ。でもあれもそういうこう流れとかを知っていってるか否かって大事じゃないですか。その50年前はねこんな感じやったけど、その50年後はこんな感じなんやとかっていう見方をしてみたら、でその影響下にあった人たちがカラバッジェスキっていう風に言われて、そのカラバッジェスキじゃないけど、場所がイタリアとオランダですから違うんですけど、レンブラントっていう人は非常にその陰影法とか明暗キアロスクーロっていう明暗法を使って
、キアロスクーロという明暗法を使って描いた代表的な画家。もう本当に夜景なんていう作品ね、なんとかコック隊長のなんとかの集団肖像画みたいなんで、コック隊長と後ろの少女に光が当たってて、そこしか見えへんやんけ、みんな俺たちお金同じように払ったのにみたいな言われたり、逸話が本当かどうかといういろいろあったりするんですけどもね。そういうのがあったりとかもします。で、今ちょっとこう明るいところだけ、グレーズしたところに明るいところだけ、こういうのは本当にこう巨匠の人とか見るとそういう書き方してるんちゃうかというのがある程度読めますので、私もそういう風に書いていってます。だから海外の風景書いたり、海外のなんか人物画とかじゃなくても、富士山とかでもこういう風に応用したりできると。私初めてこれ油絵で富士山描きました。適当にひょろひょろと遊びですね、デッサンとかしたり、富士山を描いたりすることあっても、本当に実際に現場に行って、それを水彩で描いたりとかして、実際こう、ずっと見させてもらうて、やっぱすごい山ですね。綺麗な山ですよね。こんなのが突然ドーンと出てくるっていうのは、なかなかもう、私もこう車を運転していて興奮しました。うわー、富士山やと。透明かなんかね、走ってる時にうわーと思いましたもんね。っていうことで、今、富士山のこういう山並みを描いていっています。カラバッチョっていう、絵描きさんっていうのも私の中ではすごいこうキーパーソンとしてもうまた面白いですよ。人生がね、こう映画とかも出てたりするんですけどももうむちゃくちゃです。もうわーってなって人殺してしもたりとか、もうアーティスチックな感じがしますよね。皆様の代表的なそういうあーってなる人で言うとやっぱりヴィンセント・バン・ゴッホじゃないですか。自分の耳切り落としてるわけですからね。むちゃくちゃですよね。でもカラバッチョとしてもなんかね、いろんなとこでこうやんちゃしている人で、もう例えばマリア様のね、なんていうの、書くときに遺体亡くなってる状況を書くわけですよね。そのキリストのこうずっと生涯みたいなのをに頼まれたりするから、でこうなかなかリアリティが出てこへんぞっていうことで、本当に遺体をこの教会に持ってきてそれ見ながら書いたとかっていう、本当かどうか分かりませんが逸話があって、そしたら教会の人にめっちゃ怒られてお金もらえんかったみたいな話とかあったりするんですね。なんかそういうのが多分美術史の面白いとことか美術とかの面白いとこで、なんかそれと現物があって、見るということがやっぱり面白いんじゃないかなというふうに思うんですよね。美術が面白いなと思える。私もだからこんなことをしながらね、突然どっかで交通事故にでもあったらこんなペラペラ喋ってるのが後で面白おかしく語られる可能性もありますよね。中継の今森みたいなの書いてます。またこれはグレーズをとかスカンブルをする。スカンブルっていうのは半透明、グレーズは透明みたいな感じで思ってくれたらいいかなと思います。そういうのを薄くかけていく技法があるんです。油絵というのはそういうふうに薄くかけてこう深みを増していくという、画材でございます。で、レンブラントがいて、で、その時、例えば、ルーベンスっていう絵描きさんがいたりします。もう、バカでかいフランスの、ルーブルにもルーベンスの部屋っていうのがあって、もう、バーってね、フランダースの犬でしたっけ？なんかわかりませんけども、あれかなんかの最後のシーンがルーベンスの絵かなんかなんでしょ？いや、わかりません。僕も見たことあんまないので、ルーベンスという人も大量に。で、彼はもう攻防性をとっていたので、もう、とにかくこれ、じゃあこういうプランニングを立てて、こうやって、ああやってもう全部攻防で、昔の人はそういう攻防性みたいな、レンブラントも攻防があってっていう風に攻防性っていうのが結構一般的でした。フェルメールに関してはなかなか残っていないというか、火事でデルフトの大火っていうので結構資料が焼けてしまったりとかしているのであまり残っていないんですけどもなんかそういう攻防性をとっていたんですごいたくさんの、またはパレットですね、このぐらいの暗い色を少しのせてますよということをお見せしたりとかしてます。そうか、これ筆の先にこうやってつけてね。で、この筆っていうのは普通に売ってる筆をペンって切って、要は平らにして毛先をバーって開いて、でそこに絵の具をつけてポン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 と叩いてます。古くなったりなかなか使いにくいなってなった筆とかも再利用してこういう風に、描いているというわけです。私の動画にはこういう再利用してますよとかっていうのも動画で作ってあります。もうほとんどのことやってあります。今日初めて見るという人は相当難しいかもしれませんけど、おさらいをまたしておきますと、なぜこういう白亜字という下地を今乾いた上に描いていってますよね。その辺というのがね、なかなか突然進んでいくから、これはちょっとスカンブリング的な感じで全体に統一感を出すために、絵の具を厚く塗った後にまたで乾いてまた乾いて、で絵の具というのを重ねていく。でも乾かすのもやっぱり
かけるときは書いてみて、そして乾かしてっていうのが伝統的な方法です。もうそれはもう古典技法とかっていうふうにも言うたりするんですけど、じゃあ最新技法って何っていう話なんですけど、やっぱり脈々と受け継がれてきた技法っていうのはやっぱりそれに対する利便性があったりとかするから残っているわけだと思うんで、僕はあんまり古典技法とかいうのはあんまり好きじゃないんですよね。だからいいところとりあえず取ってやろうみたいな感じで書いていってます。この辺また後ろ筆で絵の具をグレージング的な感じでしていっているわけでございますよね。何の話がそこになったんや、ルーベンスとかっていう絵描きさんがいたりとか、その後もずっと脈々とロココがあったりとかでやっぱり皆さんにとっては印象派っていうのがすごく気になるところやと思いますけども、印象派っていうのは1873年か4年ですよね。彼らは印象派、俺たちは印象派だとか、俺はバロックだとかって名乗ったわけではないんですよね。そこがちょっと面白かったりしますけども、私は美術史家じゃないので今日間違えてること言うこと絶対あると思いますんで、もしあれだったらここ間違えてたよとかコメントいただければと思います。テストで小木曽が言ってたからとかそんなん書いて間違えたら僕は知りません。その辺は皆さんこれね、これペッペッペッ、こういうところがねもう面白いですよね。でこれ結局なんか見てると本当にそういう絵の具の使い方で、もちろんレンブラントもそうなんですけど、ヤン・ファン・アイクという人がいます。北方ルネッサンスというて、今で言うとベルギーあたりですね。ベルギー、オランダ、ルクセンブルグとかなんか習ったことないですか。であのあたりというのも実はルネッサンス期に北方北の方ですよね。ルネッサンスっていうのはちょっとあったんですよ。で、なかなかそっちの方っていうのはなかなか皆さんの着目されにくい点なんですけど、要はいろんなところで起こってる、ベネチアでも起こってると、イタリアでも起こってると。で、そのルネッサンスって今話すと多分30分ぐらいかかるんで、それはぜひ、動画の方を見ていただければと思うんですけども、その中でもヤン・ファン・アイクっていう人がいます。これはもう1400、要はダ・ヴィンチよりももっと前に約70年ぐらい前に油絵ですごい絵を描いている人がいるんですよ。で、その技法というのが北から南のイタリアに輸入されていくんですね。わかりますかね。で、初めて本当油絵をうまく駆使して使ったっていうのはヤン・ファン・アイクというふうにされているというか、どう見てもそうやろうなと思うんですけども。ヤン・ファン・アイクとかの下の方の花の描き方とか僕は好きなんですよ。でそういうのがやっぱり僕はなんか面白いなと、油絵の具ってっていうので、ヤン・ファン・アイクという人もぜひぜひ美術史の中では絶対に知っておいてほしい、描きさんだったりします。他にももちろんいっぱいいますよ。ジョットであるとかね、ルネッサンスの花開かせた、これねカッターの刃で毛がちょっとついてたりするのとかを削ったりとかちょっとしたりしてます。下の熱くなりすぎた絵の具を削り出したりとかしたりしてます。そしてグレージング的なことを今紫色をしていったりとかしています。僕はなんかこの紫色をよく使いますよね。なんかねわかりませんけど、ちょっと隙間に紫とか見えてきたら綺麗だったりするんですよね。ちょっと塗り残したり、空描いて山描いてちょっと紫見えるとか、こういうことをこだわっていけるかというところなんですね。これは最後の日にになってます。まだその後ももちろん描くんですけども、ほぼ皆さんに見たらこういう状態かなと。展覧会で見てもそんなにこの動画と遜色ないぐらいまで持っていっているので、この辺りで動画にしておきますけども、空の方まで、一回グレーズして、もうちょっと黄色みがかってる方がいいかな、ほんの少しの差を、空なんか全部塗り替えんといかんから大変なんですね。もうそこのところをやれるかどうかっていうかですね、そこのところにこだわりを持てるかどうかやと思いますけども、一回この辺はブルー系のこのぐらいかなっていうので、一応ちょっと半透明から不透明ぐらいなんで、グレーズかスカンブルかわからんぐらいの状態です。こういう技法がありますよという動画ももちろん上げてますので、そういうのも参考にして見ていただけると、今日ねわけわからん話を延々としてますけど、いろんなことをつなぎ合わせると多分よりわかる動画になっているんじゃないかなと思います。でこういうグラデーションを描くのは油絵はすごく楽は楽です。乾きが遅いという特性を生かしているわけでございますからね。あんま面白い話してへんね。面白い話でもしてもいいかもしれませんけども、今日は真面目なおじさんでもいいかもしれません。でこういう感じで、山がぐーっと前に出てきているよという状況とかっていうのを描いていっているということでございます。ね、もうあとはねいろんな作家さんいますもんね。
もちろんこう印象派ですね、印象派というで、その前後で起こったフランスで起こったことっていうのも結構面白いですよね。例えば、クールベという人が写実主義宣言でしたっけ、クールベという人がいたりするんですけど、例えば画家のアトリエやったかなっていう作品、バカでかい作品は自分が絵を描いていて、後ろにはそのパトロンたち、前には庶民たちみたいな絵を描いてる絵があったりします。世界で初めて個展をしたとされているのがこのクールベという人ですね。波の絵とかザーッとこう本当にこう私は天使は描けないということで天使見えへんからみたいなことを言うた人がいるんですね。だから今例えば日本の美術界では長らくか分からんけども写実主義とかいうのがあったりするんですけどちょっとクールベぐらいは絶対知っておかないとなかなか自分は写実画家ですとか名乗るのは恥ずかしいですんで、ちょっとこう勉強されるとこの時代で例えばクールベともう本当にこうなんていうかライバル関係にあったのはマネっていう人ですよ。マネっていう人ね。でマネっていう人もどちらかというとこう平面的にビタッと描くんですね。でそれはスペインの方の、例えば、ベラスケスとかゴヤとかそういったものの影響が案外あるんじゃないかというふうにされていて、マネという人がなんかこうライバル関係にあってちょっとこう美術界の中では変わったことをしていこうみたいなことをやったりとか、そういうこう美術業界になかなか馴染めへんかったっていう人もいたりするわけですね。ミレとかっていう落ち穂拾いとか皆さん見たことあるでしょ。ちょっとそういうこうなんか要は当時のフランスっていうのは雪山描いてますね。サロンっていう呼ばれるものが中心となって、ここに入選せんと画家として認められない。例えばセザンヌにしてもみんな頑張って出してたんですよ。でなかなか入選できないという中で、落選した若者たちを集めるわけですよ。マネっていう人がね、お前らちょっとカフェゲルボアでしたっけっていうところを集めて、ちょっとお前らなんか落選したあれでちょっとこう俺の知り合いの写真家の人のアトリエ貸してくれるからそこで展覧会でもせえへんかみたいなので落選展としてやったの、間違えたら誰かコメントくださいね、もう知りません。初めてやったのが、サロン落選展なる展覧会が第1回印象派展だった。そこにはモネとかルノワールとかいたとかドガとかね、いたということですよね。ということでちょっと雪をちょんとこう描いていってます。要は写真が出だした頃です。その写真なんかもぜひ面白いので見てもらえるといいと思うんですけど、だから写真をうまいこと活用しながら描いたという絵描きさんも当時から出だすわけですよね。だからなかなかこう今写真をうまいこと使って描くということがあってもいいはずなんですけど、未だにやっぱ写真を絶対使っちゃダメという先生もおられます。それは僕は否定はしてませんけども、私は両方現場でももちろんこうやって描きますし、スケッチにも行ったりアトリエでも写真も使いながら描きますし、もういろんなことをしていってます。ということで今中継とかを書きながらですね、ちょっとこうザーッとした美術のなんか面白いポイントも今日はお話できたのかなというふうに思います。なかなかねつながって見えてこないからすっぽりとね今印象派の話もちょっとだけしたんですけど、ものすごい抜けましたもんね今ね、その抜けてる間の話とかもねぜひ皆さん勉強されてでつながっていってるわけですよね。でじゃあ印象派からその後というのはどうなってくるかっていうと、例えば日本だと後期印象派って呼ばれたりするのがセザンヌとかゴッホとかゴーギャンとかですか。後期って書いたりするからややこしいんですね。で向こうじゃポスト印象派なんですよ。ポスト印象派は印象派に対してのなんかっていう風なこう訳し方されてるから、後期ってなると前期印象派と後期印象派がいるんかなと思われがちじゃないですか。あの辺のこう言葉の訳の仕方もごめんなさいね、美術史家じゃないのに偉そうに喋ってますけど、なんかねこう混乱を招いてる一つかなという風に思うんですけども。でなんかこうその後、マチスっていうのが出てきてビーンとか緑とかダーンと置いたりとかして、うわまるで野獣やみたいなこと言われてね、フォービズムって野獣派っていうのが出てきたりとか、だからその辺とかね面白いですよ。ずっと流れていってるわけですよね。カンディンスキーっていう人が音楽から触発されてアブストラクト抽象表現主義みたいなのを出てきたりとかしてですね、ずっと流れていく。どんなもんでもその流れの中に自分がどういうふうにあるかっていうことが大事なんだと思うんですよね。
だからなんかこうただ好きで書いていくんです好きですっていう人はもちろんそれはそれでいいですけど、ちょっと一線を越えていきたいなっていう、多分大体人間って欲が出てきますもんね。60歳65歳で定年して、そこからまあ平均年齢90歳ぐらい80、90ぐらいですよね。あと何年あるんですか、25年もある。僕画業25年ぐらいなんで、僕ぐらいになれるわけですよ。多分最低ね、僕ぐらい楽勝で皆さんなれると思いますんで、でもその時にやっぱり無趣味でやりたいって15年趣味でやってますか、ちょっとなんか頑張りたいなと思うかどうかってなんかあるじゃないですか、モチベーションってね。なんかですね。だからそういう時にあと何年って考えた時に25年ぐらいは65歳の方やったらあると。80歳の方は僕はもう先進医療がどんどん進んで150歳平均年齢150歳時代がついに到来するんで、まだわけわからんこと言い出したよっていう話ですけども、っていう感じで、今もこちょこちょ書いていっております。なんかね、細かい描写。だから富士山を描くなんて僕も若い頃は思いもしませんでした。でも、いや、もうなんか、一回やってみやんといかんと。で、それを現実に見てみやんといかんと。僕、批判をしてたわけじゃないけど、やっぱみんな書いてるものをやっぱ書きたくないっていう、ひねくれてるんですよ。もうダメなんですよ。ひねくれすぎてて。で、だからでも逆にもう1周、2周ぐらい回って、本当にじゃあ富士山を実際見てみようとかね。もう本当に綺麗な海をなんかね、サーファーの画家さんがいたりしますけど、本当に海とかめっちゃ綺麗な海見てみたらどうなるかなとか、もう今度はダイビングせなあかんなとは思うんですけど、奄美大島に行ってみたりとか、やっぱり残りの自分の人生もいつまでか分からんけども、今やれると思うことを全部やってみたいなというふうに思っているということで、こういう富士山の絵を描いてみました。どうですか、このね、手前から奥からものすごいシンプルな構図で、僕の絵の絵画史上、僕の美術史史上構図としては一番シンプルなんじゃないかぐらいの絵なんですけど、すごい気に入ってるというか、チャレンジした真逆の方に行ってみたという、ことです。今度の個展で、いつか出せるかなというふうに思います。これはまたグレーズしても何回目 ?3 回目か4回目ぐらいですよね。こういうふうに層を重ねながら、要は何もしてないところはグレージングが重なっていって、でまたそこの中に明るいのペット描いてとかっていう。でこれは本当に伝統的な技法で、これ応用するのは皆さんなんですよ。こう描けって僕は一回も言ってないですよ。だから皆さんが応用してほしいんです。こういう伝統的な考え方、価値観がありますよとかって書き方がありますよ。であとは自分でね、じゃあこれだったらこういうこともで自分でも一回やってみて、こうなんかとか理解していったり、美術館でそういう見方とか見えてくると今度応用しやすいじゃないですか。一回自分の中で、そしたらこれ今カッターの刃でね、軽く削り出したりしてますね。軽く削って、下が乾かないうちに削ったりとか。でも皆さん言うてますのでね、できへんわっていうふうに言われたりとかします。ということで、この辺りでね、おじさんもちょっといなくなってもいいかなと思います。最後の本当に、このすすき群を描いていく様みたいな、なんか本当に普通やったらばすごく5月の新緑みたいなのがいいんかもしれませんけど、こういうところで私のひねくれた感じが出てしまいます。ね、この冬のなんというか透き通ったようなで、ちょっと雪がバッと降ったりした後の富士山みたいな、それで澄み切った空気感、それでも私になかなか頭を見せてくれない富士山、恥ずかしがり屋の富士山みたいなのを描いてみて、最後はこの下の方に眠れてるあれがすすきをさあいかに今暗い色で描いていったり、明るい色で描いていったり、手前の方はなんか一回切ったしたところとかを描いていったりとかしていってます。そういった伝統的な技法を使いながら、こういう富士山を描く現代的なモチーフかどうかは分かりませんが、富士山を描いたという作品の今日は動画となりました。ざくっと話しましたけど、ぜひ勉強してみたいという方はそういういろんな動画あります。もう一度おさらいしますと、歴史的な動画はこちらであるとか、白亜の作り方はこちらであるとか、概要欄というところに載せてありますので、ぜひぜひ概要欄というところも参考に見られてみてはどうでしょうか。最後こういう細かい描写をしていってます。20年以上こういう仕事をずっとしてきてますけども、本当にYouTube の皆さんの支えてもらっている皆さんの本当おかげで楽しくで
できておりますので、これからもよろしくお願いいたします。よかったらチャンネル登録、いいね、いただければと思います。最後はこうやってネチネチ書いていくヒッチストローク、そして最後全体像をお見せしようと思いますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思います。ネチネチネチ。これもこうスタンドオイル、まだ喋るのか、スタンドオイルみたいなのでちょっと練り合わせて絵の具粘着性を上げて、で厚く塗ったり、よう見ててくださいね。かすらせて描いたり、ね、ちょっと長いストロークで描いたりとか、初めの方に描いてるやつ、要はこの動画の20分ぐらい前に多分描いてるかもしれませんけど、それは長いストロークでちょっと厚めにしているとか、これを今かすらせて描いてるとか、ね、下の絵の具のへこみがボコボコ筆の後ろでやってるとか、グレーズしてすり込んで、もうそれで見えてくると思うんですよね。っていうところもぜひ振り返って見ていただければなというふうに思います。40分喋りました。本日もご視聴ありがとうございました。最後の方もまで、もっと細かく見せてますので、よかったらご視聴いただければと思います。ありがとうございました。ではでは。ご視聴ありがとうございました。どうだったですか？最後の絵の具の使い方、細かく描くところまでしっかりお見せした動画となっております。こういう風に油絵というのは出来上がっていくんだよということが伝わったんではないでしょうか。よかったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様のコメントがおじさん励みになります。ぜひコメントもお待ちしてます。それではまた。チャンネル登録よろしくねわ。チャンネル登録よろしくねわ。チャンネル登録よろしくね。